皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、新型コロナウイルスの新たな変異株、オミクロン株が日本でも感染する兆しを見せています。ですから今後感染が拡大していくにあたって、私たちが事前に持っておかなければならない知識について解説していこうと思います。今回の動画を見れば、マスコミがものすごい煽ったとしても、ある程度体制を持って事態を落ち着いて見ることができるのではないかなと思っています。そしてなぜ今このような話をするかというと、大阪において海外渡航歴のない人がオミクロン株に感染しているのではないか、いわゆる市中感染を起こしているのではないかといったニュースなどが出ています。実際そのような関連のニュースというものもいくつか出ていて、今では新型コロナウイルスだな、だけどデルタ株じゃないなといったような検査などの結果などが出ており、これらの結果は日本国内においてもデルタ株ではなくオミクロン株の感染が始まっているのだなということを示唆しています。それではよくある勘違いを生み出しやすい感染予防効果ゼロになったんじゃないのといった話などを取り上げつつ、後半においてはマスコミに煽られないための考え方について解説を行っていきます。それでは関連のニュースをどうぞ。ファイザー、モデルナブースターショットだけがオミクロン予防に効果。世界中で使用されている新型コロナワクチンが新たな変異株オミクロンの予防には効果がないという研究結果が出ている。オミクロンの予防にはファイザーとモデルナのブースターショット、追加接種だけが効果があるということだ。ニューヨークタイムズは全ての種類のワクチンについてオミクロンをはじめとするコロナウイルス感染による重症化予防には効果があるが、感染性の強いオミクロン株感染に関してほとんどのワクチンは予防効果がないことが分かったと伝えた。初期の研究結果、アストラゼネカ、ヤンセン、このヤンセンというのはジョンソン&ジョンソンだと思ってください。中国とロシアで製造されたワクチンなどはオミクロンの拡散を防ぐのにほとんど効果が見られないことが確認されたと報道された。メッセンジャー RNA 方式のファイザーとモデルナワクチンのブースターショットで免疫を強化したとき、オミクロンの初期感染予防に成果が出た。シノファームやシノバックなど中国産ワクチンのオミクロン感染予防効果はゼロに近い。これらのワクチンは中国をはじめメキシコやブラジルなどの中低所得国で広く使われており、世界中のワクチン量の半分ほどを占めている。イギリスの製薬会社アストラゼネカワクチンは接種後6ヶ月経過するとオミクロン変異感染を全く防ぐことができないことが分かった。インドの接種者の 90% がこのワクチンを接種し、世界ワクチン供給プログラムであるコバックスがサハラ以南のアフリカ44カ国に6700万回分のアストラゼネカワクチンを供給した。研究者たちはアフリカや中南米で使われているロシアのスプートニクワクチンもオミクロン変異に対する防御力が非常に低いと予測している。アフリカで需要が急増しているヤンセンワクチンもオミクロン変異感染防御能力は微小だった。従来のワクチンの中で感染予防効果が認められるのはファイザーとモデルナだけで、それ以外は全然ダメっぽいぞという話が出ているわけですが、一方においてじゃあ追加接種の効果とはどのようなものなのか、このようなニュースが出ています。モデルナのブースター、オミクロン変異株に対する抗体を37倍増加。モデルナの新型コロナウイルスワクチンは3回目の投与により、オミクロン変異株に対する抗体レベルが上昇したと同社が発表した。発表によると、認可された量である50マイクログラムのブースター接種によって中和抗体が37倍増加した。認可の倍である100マイクログラムの場合、抗体レベルは2回接種の83倍に増加したという。同社はオミクロン株に特化したワクチンの開発も進めており、来年初めに臨床試験開始を計画している。なお、このブースター接種に関しての余談としては、アメリカの前大統領トランプ氏がブースター接種していることを明かしています。オミクロン株に対しては感染予防効果はもうあまり期待できないよという記事をご紹介しました。その状況がまさに現実になっているのがイギリスだと言えるでしょう。イギリスにおいてはアストラゼネカのワクチンが大量に使用されているわけですが、感染予防効果は乏しいというのを自称するかのように、イギリスにおける新規感染者数というのは非常に高い水準になっています。ただしここで非常に重要なデータとしてもう一つ下の方のグラフを見てください。こちらの方は一体1日に何人亡くなるかというグラフです。去年においては感染者数が増加するのに伴ってやはり死亡者数もどんどんと増えるという連動している形となっています。ところが現在においては感染爆発はしているものの、しかし死亡者数については同じようにどんどんと上がっていくというわけではありません。比較的少ない状態にとどまっています。もちろん日本などのような感染爆発が起こっていない地域と比べると非常に高い水準で亡くなっている人はいるわけですが、しかし去年の今頃と比べるとその差は歴然となっています。
これらのことから感染予防効果とまたオミクロン株のその重症化もしくは治療効果や重症化予防効果について合わせて考えていくことが必要となります。まず最初にいかにも不安を煽ってしまいそうな記事というのは感染予防効果がほぼほぼ期待としてはできませんよというニュースでした。日本においてはファイザーとモデルナのメッセンジャー RNA タイプが主力として使われており他の国よりははるかに良い状況なわけですが、しかし世界中というその視点で見て考えればほとんどの地域においては感染予防効果はゼロに近づいたというわけです。オミクロン株はそれだけ感染力もしくは変異が激しいことによってこれまでのワクチンの効果といったものが減少してしまうというわけです。現在のところオミクロン株はこうした感染力がデルタ株以上ですよというのはもはや定説になったと考えるべきでしょう。というのも最初に確認された南アフリカに続いてイギリスやアメリカにおいてもオミクロン株の感染拡大が続いています。そしてデルタ株との比較において現在ではオミクロン株の方が圧倒的に感染者の割合が多くなっており、同時に存在するウイルスとしてはオミクロン株の方がその感染力で圧倒した状態だと言えます。ですから今後オミクロン株かデルタ株かといったことを分けて考えるよりもむしろこれからの感染者というのは基本的にはオミクロン株だろうと考えた方が確率としては高いことになります。しかし一方においてオミクロン株の感染拡大によって少し状況が酷となっているのが重症化についての考え方です。確かにワクチンに感染予防効果が期待できなくなったとしても重症化予防効果については引き続き期待できる状況となっています。それを示しているのがイギリスのデータだと言えるでしょう。イギリスにおいては確かにオミクロン株の感染爆発が起こることによって感染者数というものは非常に多い状態になっています。ところが亡くなっている人のその比較論で言えば以前に比べればかなり改善しており、この状況というのはみんながワクチンを受けている状況の中で確かにオミクロン株は感染を止めることができない。しかし亡くなる人が大幅に減るのであれば以前よりも問題としては少し取り扱いがしやすくなったと考えるべきでしょう。また同時並行で起こっているのが治療薬の開発競争であり、この開発競争で言えば現在のところ有力な薬としてファイザーのものが承認が下りようとしています。ワクチンに続いて治療薬についてもファイザーのものが一番いいかもしれないという状況の中で少しは状況が改善する見込みがあるわけです。また日本においては欧米などに比べるとはるかに感染状況としては今は沈静化している状態でこれから感染が広がるかもしれない状況になっているわけです。ですから他の国よりもはるかに時間稼ぎとしては有効期間が長い状態になっています。オミクロン株で分かっている特徴というのはまず第一にデルタ株と比較した場合において感染力はまず圧倒的に高いと見るべきです。しかし一方においてオミクロン株のその増殖の部位というのは以前のような致命的な症状をもたらす肺よりもむしろ喉の方でウイルスの増殖が多めに見られることからこれを原因として感染力は高いんだけれども一方において致死率は下がるような要因につながっているだろうと考えられています。ただし注意しなければならないのはこれはあくまでもワクチンを打っている人が多い状況の中における症状の一例であり、そもそも論としてワクチンを全く打てていない人というのは残念ながら非常にリスクが高いものとなります。アメリカにおいてのオミクロン株の一番最初の死者というのもやはりワクチンの未接種者でありました。またヨーロッパにおいても一つ大きな問題となっているのがワクチンを打たないよというその主義者の人たちはワクチンを打たないことによる不利益というものを何とか克服しようと偽のワクチン接種証明書というものを大量に偽造するという事件が起こっています。これはワクチンを打ったふりをして実際には打っていないという形で接種証明書を出したものやもしくはわざわざ注射器の中にワクチンを入れているんだけど打つ直前になって空打ちするような形で外に出してしまっていかにも打ちましたよというポーズだけを取るそのような手の込んだワクチンの未接種の偽造なども行われているそうです。現在のところ分かっているのはこのワクチンを受けていない人の方がやはり重症化率が高いということ、それ自体は以前からの状況と変わりません。しかも厄介なことにデルタ株以上の感染力を持っているわけですからワクチンを未接種の人たちにとってはより脅威が高まったと考える方が妥当でしょう。なお危険度という点においては免疫力が一般的には年齢が高ければ高いほど下がるという考え方から重症化するリスクというのは従来と全く同じようにオミクロン株においても年齢が高い方がより危険性が高いですし、また基礎疾患がある場合には年齢等関係なく重症化リスクが高いものと考えた方が良いでしょう。さてそのような情報などを
合わせて考えると日本国内においても市中感染はこれから始まると考えた方が良いわけですが、特に私たちが注意しなければならないのは感染者数のその高まり、それ自体を受けてもう世の中終わりだみたいな考え方に煽られないようにしなければなりません。今回の動画で解説したように基本的にはオミクロン株の感染力というのはデルタ株以上ですというのが世界各国で報告されています。ですから日本人だけがオミクロン株が入ってきた時に全く感染しないなと考えるのはちょっと難しいでしょう。もちろん世界各国と比較した場合においては感染は緩やかなペースで進むかもしれませんし、絶対数としてはそれほどではないかもしれません。これには日本人特有のファクター X と呼ばれるような新型コロナに対するある意味特徴的な防御能力といったものがあるかもしれないことが言われています。ただしそのようなものを盲信して何もしなければいいという考え方というのはなるべく避けた方が良いでしょう。今のところブースター接種を受けることによって下がってきた中和抗体をもう一回持ち上げることが期待できるということはデータとして出てきていますから、年齢が高い人たちに対するブースター接種というのは積極的に進めていくべきだと思います。そして日本国内における報道でも感染者数がどんどんと増えましたねといったところに注意するのではなく、やはり私は何と言ってもこれからはオミクロン株の特性から言っても感染者数ではなく、一体どれだけの人が入院が必要な中等症に陥っているのか、そちらの方のデータこそ重要視すべきだと思います。以前のように治療方法もわからないしワクチンもない頃と明らかに状況は変わっているわけです。ですからオミクロン株に対して感染予防対策や感染症対策としてはこれからもやっていかなければならないわけですが、だからといって以前の何にも対処方法がない時と全く同じような経済を完全に殺すような形での対応といったものは私は危険だと思います。これからの対応というのはまさに日本にとってはウィズコロナをどうやって私たちの生活に根付かせていくか、そこが一番重要なポイントだと思います。皆さんは今回の動画を聞かれてどのようなことを考えたでしょうか。ぜひともコメントしていってください。それでは動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録を、そして動画を見合ったら評価ボタンのクリックもよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。